皆さんこんにちは。今回の DKTV は MF ゴースト風これは兵庫から自走してきたの？そうです。兵庫の加古川から自走で来ました。はい。で、オートサービス関係です。はあ。昔々水平対向の6機とはい乗せたホトバ長さん出してもらったところいで、たね、いたいた、ちょっといろいろありまして、ねえ、いろいろあったよね。ありましたね。はい。はあ、今回は一応86ZN6 のバージョンアップっていう形でちょっと今回持ってきたんで。何をバージョンアップしてるんですか？もう側は ZN6 なんですけど、はい、足回りからミッションすべて ZN8 を GR86 に変えてますんで。そんなことできるの？そうですね。もうほぼボルトオンに近い状態で可能です。あ、そう。はい。あ、それいいね。あ、それはやっぱり変わります？そうですね。結局やっぱり一番変わるのがやっぱり4輪ともハブ、はい、地帯ハブとナックルを全部 ZN8、もしくは前に関してはZD8 の BRZ を使ってますんで、はい、はい、やっぱ変わりました？変わります。はい、でついでにもこれもショック自体も ZN8 純正ショック使ってますんで、はい、車庫調理はもう純正ショックプラスダウンサスっていう形で、うちではやっていこうかなっていう形で、はい、その ZN8 を移植するのにいくらぐらいかかるんですか？結局その足回りナックル関係に関してはやっぱりそこそこ値段は張りますけれど、はい、前と後ろナックルだけでだいたい交換込みでだいたい15万円ぐらいだと思います。安いかも。はい。で結局これはそのリアに関してはそのナックルだけではちょっと交換無理なんで、はい、ドライブシャフトも ZN8 の方が強化はされてます。あ、そう。はい。だからそこでもうドライブシャフトナックルを同時移植っていう形でいきますんで、はい。はあ、ということはですよ。じゃあ ZN6 持ってる人が同じ仕様にしたいっていうとまるっといくらぐらいかかります？そうですね。結局はもううちもちょっと新品も中古もどっちもやってるんで、中古で合わせながらであれば多分30万前後ぐらいでいくんじゃないかなと思います。でやっぱりだいぶへたってきてる車なんで、はい、リフレッシュがてらやったらちょうどいいかなと思います。リフレッシュでね、それはいいかもしれない。じゃあどのくらいいいか今回乗ってみたいと思います。さあ ZN6 に GR86 の足を移植、全特化っていうすげえことをやってるよね。これは面白い。どうなるか。さあどうなりますかね。タイヤはミシュランパイロットスポーツ 4S だよね。だけど足を GR86 に総特化してるから、あとボルトね、スタッドボルトもう太いのに入れてトルクかけられるんだよね、密着に。ステアリングフィールが全然違う ZN6 とは。いや、こりゃいいよねえ。これは大したもんだ。ステアリングフィールがまず違う。トヨタ86のステアリングフィールじゃない、これ。はあ、なるほどね。はいはいはい。めっちゃ安定するじゃん。ちょっといや、これはすげえ。
れはすげえよ本当に。これはありだ、あり。これはあり。これはありだな。なんかボディ構成が上がったぐらい違う。はあボディ構成変えたっていうぐらい違うよこれ。すげえな。足を移植しただけでこんなに変わるかね車って。そんな簡単につくのかな移植。ブレーキがダメだこれ。あ、ブレーキダメ。フェードしてる。いやーこれびっくり。中古でお金のある人は30万、まあ当然その事故車とかねそういう車から見つけてくるんだろうけど、中古で30万で移植をしたら GR86 になるよこれ。本当にボディ構成が上がったっていうぐらい違う。何が違うってやっぱりステアリング切ってこの G を感じてる時がフロントの接地面積が安定してる。これはすごいな。ずーっと終始安定してるフロントが。立派立派。すげえな。いろんなこと考えるなみんな。これはいいわ。いやーすげえ。これはすげえ。いや GR86 に乗ってるみたいだよ。あ、そうですか。うん。どの辺とかだいぶ変わった感じで。あのね 14R 風みたい TRD の。はい。だからその ZN6 ってさ、そのボディ構成が弱いのかステアリングフィールがダルなのか分かんないけど、あれでいいと思ってた人がやっぱ TRD の 14R 風に乗るとさ、あこんな変わるんだ。だからそっちの方向だからもうさ、この ZN6 の足を全部 GR86 の足をこう移植したわけでしょ。はい。ボディ構成が変わったぐらい違う。違いますか。
とにかくリアがなんせだいぶ変わったなと思うんですけど、うんはい、すげえしっかりしてる。いやフロントの設置感がまず全然違う。軽くなったって聞いてますかね、アルミナックルっていうのは。いやこれはいいよ。あります。そうか、中古で30万だと新品で揃えると80万ぐらいいっちゃう。いやそこまでいかないです。あそう結構純正部品ってやっぱ部品代そんな高くないんで、うん新品にしてもただドライブシャフトだけがやっぱりどうしても1本8万ぐらいしちゃうんで、あーそこをやっぱ中古で使えればやっぱ半分以下で収まりますから、あそうはい、で結局そのナックルとかも新品しかほぼなくて、でも新品でも3万ぐらいしかしないんであそんなもんなの。安いです。うでーんその辺で新品突っ込んでいただいてももうその他は全部いきますんで、やっぱアルミナックルは多分結構あー 1.5 キロ軽いっていうのは全然できると思います。あそうはいいやこれはいいわ。中古だけだと30万ぐらいでできる。はい、でしかもこの車見ていただいてメーター見ていただいて13万8000走ってて、多分そんだけしっかりしてるってことは、うんここまで結構やれた86ZN6 がだいぶ良くなると思いますんで、うんリフレッシュがてらやったら多分そこまで差がないんじゃないかなと。あーボディ合成を強化したって感じ。そのくらい違う。いやこれはすごいわ。これはありだよ、あり。なんかね ZN6 にいろんな可能性が出てきたね。TRD の14R風のあれもいいし、この GR86 の足を全移植するっていうのもいいし、これはもう好みだけど、これはいい、どっちもいい。